はい、僕の名前でアデル・シャングルです。一応シャングルは名字です。で、アデルはファーストネームです。で、今仕事やってるのは、ボートで、ハウスボート、スリナガルに、ダルレイクの中にハウスボートがあります。今それで仕事をやっています。で、隣にいるのは名前はサイラです。で、日本人、国籍は日本人だけど、お父さんは、僕の娘だけど、お父さんはカシミール人。で、お母さんは日本人です。カシミールで、ここね、スリナガルで、ダルレイクで生まれです。そう。じゃあもうずっと家族でここのこういう仕事をそうお父さんとかお父さんのお父さんとかそのお父さんはずっとほぼハウスボートで、でダルレイクは昔だとボートが少ないでダルレイクも結構水とかはきれいだったし、で結構ハウスボートで泊まる人は外国人以外は泊まらない感じだったけど、で今はインド人も泊まるけど、ハウスボートの使い方は少ない、分かる人は結構少ないです。だけど人が泊まるな感じ。結構今ハウスボートでカシミールに来る人は絶対一泊はハウスボートに泊まる。ハウスボートは結構ね静かな場所し、場所的に結構静かだし、外国人のお客さんだと、この辺は結構好きな感じ。そうです。昔生活的にはね、一応カシミールのこと言うと1990からだいたい2005まで、僕の生まれから2005まで、僕は15歳ぐらいまではカシミールの方はあんまりお客さん来なかった。理由としては結構トラブルみたい、ウォールゾーンだった。結構テロリストとかは結構あったから、であんまりお客さんは全く来ない感じで、聞いてもたまにぐらいで、それたまに来るお客さんは、僕はコミュニケーションぐらい取って、でそれでその時は何しとったというと、僕のお父さんはその時はカシミールから出とった。マナリとかゴアの方をお店開けて、ハンディクラフトのお店開けて、それで生活を、そこからお金を送って、僕たちの生活、ボートからは本当に0% のお金があったけど、だから全部生活代とかは、お父さんは外におったから、それでうちは、結構仕事がなかったから、生活的には結構ね、テレビもなかった、冷蔵庫もなかった、夜はみんな、うちは3人兄弟だから、みんな一緒に遊んだりとかで、外行ったり遊んだりとかはしとったけど、で夜は電気もない結局で、電気もそれはお金じゃなくて、基本カシミールでは電気がなかった感じ。ずっとキャンドルライトみたいにご飯食べて、で寒い時も寒いは寒いけど、結構布団をやって、でそれで温めとったけど、結構ね、今のカシミール見ると、で僕の時代のカシミール見るともう結構全然違うです。今だと電気なくてもバッテリーとかもいろいろできるけど、電気はあった。今は電気がある。で昔だともうこれも全然なかった。結構ね、もう歩いた道も全く電気がない感じ。夜外出るのも怖いぐらい。だからそれだとね、夜の家族の時間、ご飯食べる、みんな一緒に食べるし、で携帯今見ると、携帯みんなね、結構家族的にはみんなバラバラでご飯食べる。
例えば俺後で食べる、今携帯で、例えばゲームやっとるとか、なんか映画見てるとか、で、家族の時間があんまりない今。昔は夜は一緒に家族でご飯食べて話して、いろんな話ね。そんなシリアス話じゃない。例えば昔のカシミールはどんな感じだった、それをおじいちゃんから聞いて、みんな子供集まって周りに、それ話をみんな聞いとった。で、それはめっちゃ、僕の的にはめっちゃいいだったんです。それ話聞くの、で、家族の時間あったり、それは今ないです。それは、やるとしたら、多分それは一番やりたい、またやりたいな感じ。そうです。なんかそう、当時の記憶で一番記憶に残ってるもんじゃないですか。一番思い出に残ってる。だからそう家族の時間です。そう。それは一番ね。お話しするのは本当に好き。本当に好きです。そうですね。結構ね、聞くのも好き。僕としては、日本に行ったから、日本にも行ったけど、喋るは大事な時はもうめっちゃ喋るけど、基本は俺聞くのは好き。いろんな話。だから何があったとか、例えば柴田さんも、インドにおったから、何がいいこととか、何が、変な話すると何が悪いことあったとか、それでね、それ話聞くのは、そしたら自分も何かあったら、昔何かあったらとか、なんか変な話、なんか変なこととか、いいこととかは僕も話するけど、それ話するのも、なんていうの、ライフのことね。それはめっちゃ好き。日本の奥さんね、だから僕は多分前言ったけど、お父さんは、ハウスボート、あったけど、お客さんいなかったから、外で、カシミールの外、ゴアとかマナリにお店があったから、で、僕は、2007年ぐらいかな。僕はマナリ行って、マナリでお店がやっとったんです。で、お父さんは、その2005、6ぐらいからちょっとお客さんが増えたカシミールに。で、お父さんがこっちに来て、で、僕は、マナリに行って、で、マナリでお店がやったから、で、そこで奥さんが出会った。で、そう。で、そこで奥さんがちょっと、旅行に来とったから、そこで、結構話しとったから、そこで始まった。出会うの。で、その1年後かな。1年後で日本に1回。2年後かな。そう。多分奥さんに会ったのは2012年。で、2013年に僕は初めて日本に行って、で、1回行って、イメージとしては、めっちゃね、綺麗な国し、テクノロジーはめっちゃいいな国だったから、それは結構良かった。で、1回、最初行った時は1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月行ってで帰ってきた。で、2回目は3ヶ月後にまたもう1回行って、で、奥さんのお兄ちゃんの方はちょっと結婚式やったから、それのために。で、その時はまた2ヶ月ぐらいあって、で、また2013年の12月に、もう、そこからもずっと日本に、もう今多分10年ぐらい、もうずっと日本、もうほぼ同じ会社に仕事して、同じところに住んで、それでも本当に、昔予定だと、3年から5年日本にやっててインドに戻る。だけど、全然時間が早いから、もう5年経ってももう全く今10年経ってももうイメージができない10年経ったみたい。もう本当にもう何年ぐらいだけかな。そんな10年のイメージが全くない。10年ぐらい経った。日本でも僕の奥さんのお父さんとお母さんも、今一緒に住んでるもう2、3年ぐらい。一緒に住んでるけど、夜とか仕事から帰ってきて、ちょっとお父さんの方にちょっと話するのは、それは本当に好きです。日本の昔の話。だから見ると、
今のカシミールと昔の日本はちょっと似てる。そう結構話と考え方は似てます。だいたい日本とカシミールとか、インドでも、一つ時代は違います。日本は一つ時代前だけど、インドの方は一つ時代後ろ、日本の。だけど、多分、もう一つ時代だから、もう多分、インドもそんな感じはなる。ありますよ。今だとね、多分、柴田さんもわかると思うけど、時間がみんな大事に使わないインドで。例えば1時間やったら2時間とか3時間もなる。日本だと1時間やったらもう1時間です。インドは今それがめっちゃ慣れてますよ。例えば誰が1時間やったら僕の方はもうそれは1時間と思ってるね。だけどインド人でも、だからそれが1時間と思ってる。だけど他の人だったら1回1時間って言ったら3時間でもいいみたい、インドでね。だ日本だと1時間は1時間です。それが本当にめっちゃ今もう結構慣れてますよ。時間の使い方とか、ね。もう遅刻がいい。そう。それは本当にめっちゃ、ね、気にする。だけどインド人とやるとそれ意味がないけどそれも中は変わらん。だからそれがめっちゃ時間がめっちゃ大事です、ね。だからインド人はそうと思ってない。時間は時間、1時間いったら3時間でもいいし、3時間後でもいいし、4時間後でもいいし、それがめっちゃ毎回気になってます。例えば今日本のお客さんのものを作ってるけど、であの人は僕にじゃあ1週間後にできます。で僕はそれ日本のお客さんに1週間後にできますって言ってるけど、こっちは1週間じゃない、それ20日間後に出来上がる。1週間は20日が20日ぐらいかかるみたい。だからみんなは時間は気にしない、大事しない。そう。言葉以外だと、僕はね、日本に行った時はね、仕事始まった時、仕事始まって、日本語は全く喋れんかったね。で、みんなジャスチャーで話をなんか言うんならもう手とか使うみたいね。書くとかね、英語で。だけど、そこでミスマッチしたのは、日本は最初は結構仕事、みんなね、奥さんも見るともうめっちゃ仕事しとったみたい。だから僕はいや、ダメですってな感じだった。いや、こんな仕事やるかってね。なんか4時間ぐらい5時間ぐらい残業するのも、いやもうこれがありえないみたいね。なんでこんな仕事やるのって、自分のためじゃないとか会社のためやっとるから、なんでこんな仕事やっとるの、自分の体が悪くなるってもう結構言っとった。もう1年半ぐらいもうずっと奥さんに言っとった。それがミスマッチというか、ミスマッチだな、考え方だね。なんか結構そうやって僕は考えとった。いや、そんな仕事やるかって、そんな5時間ぐらい残業して意味ないでしょって。だけど僕はもう時間経ったら僕の方が5時間6時間ぐらい仕事やっとった残業やっとった。そうですね。この子は今7歳だから2017年に生まれた。で僕はカシミールに多分日本に紙だけだけど市役所だけで結婚したのは2014年2013年だった。2013年で結婚して、だけど結婚式のパーティーとかちゃんと結婚したちゃんとというかカシミールで結婚したのは2016年で2017年にこの子が生まれて、でこの子が生まれてから
多分最初の1年ぐらい、もう僕は結構仕事して、結構残業やっとった。で、その後もだんだん家族が増えたから、ちょっとね、残業あんまりやらないし、ちゃんと家族の時間を、ちゃんと家族にはちゃんと時間をあげないと、あんまりよくはない。で、その後、2022年でもう一人、下の子が生まれて、で、この子が欲しいって言ったから、で、もう一人生まれて、多分本当は2013年の、多分9月まで、10月までは、全く決めなかったね。本当ずっと日本におるみたい。カシミヤに戻る話もなかった。で、2013年の9月で、僕のいとこの結婚式があってから、2人一回行こうかって。で、2人だけ、カシミヤに聞いて、で、この子もちょっとカシミヤの方を見て、で、書いたら、この子に一回、カシミヤに学校行くかって。で、この子は、行ってみますって。で、それで2014年にも、じゃあカシミヤ行きましょうって。そう。昔、子供の前だと、もう簡単で、決める。いろんなことを簡単決めるね。例えば、今東京で仕事やってるけど、次は、じゃあ愛知県の方行きましょうって。で、子供なかったら、簡単にね、じゃあインドに行きましょうとか、インドで生活しましょう。じゃあインドが合わない、じゃあ日本に生活しましょうって。それを簡単に決めれる。で、子供をおると、もう本当に最初は子供のことを考えないと、そんな簡単にはもう何にも決めれない。最初は子供。じゃあ子供どうなる？こうしたら。いや、こうしたら子供はどうなる？そこでもう本当にめっちゃ変わる。だからそれはお金だけじゃないけど、だ決めるの。例えばお金あってもそうやってそれできるかできないか。移動できるかできないか。もしお金あってもね。お金ないても2つ理由がある。じゃあお金ないからそれできない。じゃあお金あってもそれを本当、できないみたい。だから子供を向こうに学校行って、じゃあ半年後にまたカシミール行くかって。それは決めるのはめっちゃ難しい。で、僕もこの子は学校行ったら、じゃあ学校で慣れてないとか、なんていうの、楽しくないとか、だったら、じゃあ日本帰りましょうって。それも一つ道があった。だけど、この子は今までは何もないから、多分楽しいかなと思ってます。だけど本当にね、僕考えるとめっちゃ頑張ってるみたい。このね、僕はこの子のところ入れたらもう嫌になっちゃう。例えば言葉もわからないし、何もわからないし、人もわからないし、でそんな急にじゃあこの学校行きましょうってなった時は、で最初から学校始まった時はもう一人で中入った。もうクラスとかも全く見てない、最初から。ただ入って自分で行った。そこからもう子供も言葉もわからないから、じゃあ本当に頑張ったなと思ってる。僕だけじゃない、奥さんの方も本当にこの子ね頑張ってるみたい。お父さんのこと好きだよね。これね。僕はね、お父さんはね、僕はちっちゃい頃から見たのね、お父さんは本当にハードワークね。めっちゃ家族のためにはもう本当に頑張った。僕たちはこのボートはなかったね。このハウスボートはなかった。もっとちっちゃいやつで、古いやつで、そのハウスボートの中に、後ろの部屋に家族が住んで、で、前の部屋にお客さんが入れとった。で、その一つ部屋の中にキッチンがあって、で、キッチンの部屋の中に、僕のお父さん、
お母さんで僕、3人、2人兄弟だったその時。2人兄弟で、あとお父さんの妹、全員ね、一つ部屋とキッチンがあった。全員そこで住んどった。で、前の部屋はお客さん入れるためだったから、で、お父さんは本当に外行って、外も簡単ではない仕事やるのね。例えばお店で座るだけじゃなくて、そのお客さんに話して、そのお客さんに話するとき、これをカシミールからも持ってきた、これはどんだけ時間かかった作るの、それを売るのも、もうこれ簡単じゃないね。で、それに対して、で、そこから家族のためにお金を送る。で、自分のためにもお金を置かないといけない。で、それ、家族のためにお金を送るに対して、何かやらないといけない。例えば、このボートを作らないといけない。作りたい。お父様はこんなボートを、夢な感じだったね。ボートを作りたい。自分のね。他のボートよりだと、ちょっとね、ちっちゃいではないけど、ちっちゃい。だけど、このボートを作るのは夢があった。お父さんに。で、今はもう一個夢できとるけど、なんかリゾート。またも話したけど、もう違うところにリゾートも作ってるけど、それもお父さんの加減で。お父さんのお金の使い方。もう本当にめっちゃね、僕の奥さんの方がお父さんのお金の使い方が好き。なんか、無駄遣いはしない。お金は本当に大事にする。お金、なんで大事にするのも、だからお金を仕事するのは簡単じゃなかったから、だから お父さんの方はお金がめっちゃ大事にしてる。その本当にね、カシミールも今だとみんな外に食べに行くけど、お父さんの方は今も外に食べには絶対行かない。もう本当に昼も夜も朝も家。で、考え方としては、もし外で食べたら、じゃあ、一人だけ食べに行ったら、200、300ぐらいはかかると思うけど、その2、300で、なんか買って、みんな一緒に家族と食べるとみんな嬉しい。それはお父さんの考え方。だから、その無駄遣いは全く、そこからはお父さんからはそれはめっちゃ本当ね、めっちゃ大事に、めっちゃ大事な勉強をなりましたね。今でもそう持ってる持ってるけど、ちょっと変えないといけないよね。例えばそれをずっと続くと、この子たちね、ちょっと苦しくなるみたい。だけどたまには、僕の方はたまにはやった方がいいかなと思ってる。で、お父さんの方は絶対やりませんみたい。なんかいつかがね、ハウスボットで仕事をやりたいけど、なんかね、日本からをお客さんが聞いてほしい。多分見るとね、柴田さんも知ってるけど、ガイドブックには載ってないカシミールのこと。で、ネットで調べるとカシミールは危ないって今も言ってるけど、だからそれをカシミールは日本人に見せたい。これをカシミールは、こんな感じです。インドはデリーとタージメヘルだけじゃない。暑いのイメージじゃない。インドはこういうところもある。寒いところもある。雪も降るところもある。多分僕は、結構日本人と日本で話したら、いや、インドは暑いですねって。いや、僕のところはもう雪ちゃんと降ってますみたい。だから日本人はもう本当に知らない。カシミールのこと。だからもうカシミールのものもそれも理由があるから、カシミールが知りたいよ、日本人。日本の中で広がってほしい。ね。カシミールはね、カシミールのことだと、本当にね、僕だけじゃない、他のところの、インド人に行ったら、僕はカシミールはどことか、カシミールは何とかって言ったら、本当にね、インド人でも、カシミールは本当にスウィーズランドって言うんだ。インドのスウィーズランドはカシミールです。ここの、
山、もう本当に山好きな人は、カシミールはもう本当に絶対好きになる。もうカシミールは、まあ、本当に大きいけど、まあ、見るものはもう本当に結構あるよ。例えばトレッキング行ったり、デイトリップとかハイキングとか、ボートトリップとか、ボートトレッキングとか、ハウスボートで、ゆっくりしたいとか、まあ本当に見るとしては、まあ本当にいろんなことを見えるから、で、あとカシミールで、インド人ももう本当にめっちゃ好き。カシミール。だからハニムーンとかもみんな結構インド人はカシミール来とる。まあカシミールは、まあ、住みたいというか、まあ、山があるから、まあ空気が結構いい空気、綺麗な空気、デイリーじゃないから、ね、それはカシミールです。で、あとは、カシミールで本当に好きな人は、僕の方は結構お客さん聞いて、ゆっくりしたい。ゆっくりしたいならもう本当にハウスボートの方がめっちゃいい。なんかね、ゆっくり本読みたいとか、ゆっくり仕事したいとか。で、本当それはハウスボートじゃないと、ホテルとかはできない。そんなゆっくりはもう本当にね、できないし。で、ハウスボートだったら、ハウスボートにとしては、ハウスボートは木、めちゃめちゃ本当にパインウッドって言うんだ。パインウッドの木だからもう本当に作りは木。雨降ってもまあ問題はないし、冬来てもカシミールはまあ違うきれいに出すから、例えば雪好きな人だったら、で、雪はめっちゃ、例えばこのボートに外出たらまあ雪増える。で、家の部屋の窓を開けたら、まあカーテンだけ開けて、まあそこで見たら、まあ本当に雪降るのも見えるし、で、冬はカシミールは全然違うし、夏は全然違うし、そう、いろいろね、シーズン的にはカシミールが変わる。日本と一緒に、サンマー、ウィンター、オータム、まあそういうまあ4つシーズンがあるから、スプリング。まあカシミール、まあ日本と一緒。まあ僕は愛知の方住んどったから、まあ本当に日本と同じぐらい。天気の方。まあ本当に愛知の方と、スリナガラはもう全く変わらん。だけど山の方行くと、まあもうちょっと寒くなるけど、だけどスリナガラの方は、まあ本当にね、愛知とは変わらなかった。で、山の方行くと、まあ北海道な感じはするけど、まあ山の方は好きだったら、まあ本当にぜひ、カシミールに聞いてください。ありがとうございます。